精神看護専門看護師の飛行心です。感謝習慣や感謝の瞑想は心が幸福感で満たされるなど驚くべき効果が明らかになっています。今回の動画では毎日の生活の中で誰でも簡単にできる感謝の瞑想をご紹介します。習慣化できるか心配な人でも思い出した時にこの動画を見て実践するだけでも効果がありますので、ぜひ試してみてください。感謝とマインドフルネスの驚くべき効果については、超医学的に解説した前回の動画をぜひご覧ください。瞑想は感謝の心を養う作用があります。今この瞬間をより深く意識し、ありがたいなと思えるようになります。感情が平静に保たれることで、感謝の気持ちが生まれやすくなります。物事は永続しないという無常感に気づきます。つまり、今この瞬間が不快だったとしても、いずれその不快感も移り変わっていくと気づけば、今ここから何を学べるかと考えられるようになるのです。感謝を感じる力は豊かであるかどうかや生活環境には関係しないと仏教指導者で人類学者のハリファックス老子は述べています。感謝は心の持ちようであり、現実が思うようにならない時であっても弱まることはありません。精神科の入院患者さんや訪問看護の利用者さんとお会いする中、一見すると生活も貧しく病気に苦しむ大変な境遇であっても、私たち医療者に感謝の気持ちを率直に伝えてくれます。時には手紙だったり、贈り物だったり、入れてくれたお茶だったり、笑顔だったり、思わずこちらが感謝したい気持ちに駆られます。感謝の気持ちが湧いてこないという人は、なぜ感謝できないのでしょうか。心が欠乏感でいっぱいだからです。自分にないものに常に注意を向け、欠乏感に支配されています。自分は愛される価値がないと疎外感を感じ、何を与えられても心が動かなくなります。今の自分にあるものに感謝するためには、今この瞬間を体全体で味わう必要があります。これから今を味わうための簡単な瞑想をご紹介します。ですが、楽しまなきゃとか感じ取らなきゃと自分に義務感を与えるのではなく、楽しんでもいい、楽しむままにさせるくらいの心持ちで試してみてください。最近スマホばかり見ているなぁと思ったら、たまには周囲に目を向けて自宅や職場の周辺を散策してみましょう。歩くことを感じて味わうというエクササイズをご紹介します。15分くらいで良いので、会話や写真を撮ることはせずに自分の感覚に集中して歩きます。歩くとき、周囲を見渡して景色や音、匂いなどポジティブ感情を感じるものに注意を向けます。あなたは何に興味をそそられるでしょうか。木々の緑、草や花の香り、風の強さ、太陽の暖かさ、通りを歩く人などでしょうか。思いのまま心の中に湧き起こるポジティブ感情を見守ります。エクササイズが終わったら、どんな体験だったか振り返りましょう。家の中で試すこともできます。いつも暮らしている空間で気に留めていなかったものに新たな発見をするかもしれません。マインドフルネスと同じく気づきの力を高めます。目に見えるものを見過ごさないで認識することで
気づきにつながるのです。エクササイズが終わったら、どんな体験だったか振り返りましょう。家の中で試すこともできます。いつも暮らしている空間で気に留めていなかったものに新たな発見をするかもしれません。マインドフルネスと同じく気づきの力を高めます。目に見えるものを見過ごさないで認識することで気づきにつながるのです。次に、食べることを心から味わうエクササイズをご紹介します。ゆっくり食べなきゃというよりは、味わう喜びや感謝、楽しみを自由に堪能します。まず、味わって食べたいもの、飲みたいものを選びます。ランチタイムに実践してもいいですね。そして、初めて見るもののように、その食べ物がどんな姿かゆっくり見るひとときを持ちます。形や色はどうでしょうか。香りはどうでしょう。触れた感じはどうでしょうか。あなたの口元にこの食べ物がやってくるまでにどれだけ多くの人が関わっているか思いを馳せるひとときを持ちます。その食べ物をいよいよ口元に近づけます。唇に触れる感覚に気づきます。最初に噛んだ時に口の中に広がる香りを堪能したり、ゆっくりと噛んで歯触りや味わいに気づきを向けます。飲み込む時にも喉を通る感覚、体の中を通っていく感覚にも気づきを向けます。食べ終わったら体全体の感覚を味わいます。食べ終わったなという余韻も味わいます。このエクササイズでは、普段職場やキッチンで10分で食事を済ませてしまうという人も、いつもは気づかない食材の味や味の重なり合いを感じたり、少しの量でもお腹がいっぱいに感じたり、食べるまでに至った道のりや多くの人への感謝を感じたのではないでしょうか。食べ物を味わって食べると満足感や幸福感がすぐに得られます。マインドレスに食べると食べ物を楽しめずつい食べ過ぎてしまいます。マインドフルに食べることは、お腹がいっぱいになったら食べることをやめられるので、体重をキープできるという研究もあります。日常の生活のちょっとした幸せを探すエクササイズをご紹介します。普段の生活の中でありがたいなと思っている見逃してしまいそうなちょっとしたことを10個思い浮かべ、両手で指折り数えてみてください。今この瞬間、どんな感じがするでしょうか。どんな気分でしょうか。暖かい布団で眠れる。ガスや電気が使えてお湯が出る。風邪をひかずに過ごせている。大切な人が今日も一日元気でいてくれる。当たり前の日常も実は無数のかけがえのない命や多くの人の努力、偶然の重なりで成り立っていると気づいた人もいるのではないでしょうか。このエクササイズをしてもあまり感謝が湧いてこないという人もいるかもしれません。それでも大丈夫です。感謝しなきゃと追い込んだり、感謝できない自分に罪悪感を持つ必要はありません。
そんな風に感じることも人間らしさです。そんな自分も受け入れ、味わってください。一日の終わりに少しでも落ち込んでいる時には、自分に与えられたあらゆることに感謝とともに思い出す時間を設けてみてください。さまざまな瞬間を一日の終わりに振り返るのは感謝の実践であり、人生の価値や人間関係の大切さに気づくことができます。感謝の実践は恵みを数え上げていくようなものです。しかし、恵みは溜め込むことはできません。ですから、感謝したことを心の中で誰かに伝えてみてもいいし、直接相手に伝えてみることも心の中を幸福感で満たしてくれます。最後に、感謝を習慣にして幸福感を高める方法をご紹介します。毎日寝る前に10分ほど時間をとって、その日自分にとって良かったことを3つ思い出すというものです。どんなに些細なことでもいいので、感謝の気持ちを味わいます。思い描くだけでなく、日記に書き出す、スマホのメモ機能に入力するなど、形に残すことがポイントです。当たり前の日常の中にも、実はあなたを守り支えてくれるものがあることに気づきます。ああ、もう自分はダメだ。最悪な一日だったとお先真っ暗になりかけても、あ、こういう側面もあったなとありがたい面が毎日潜んであなたを支えてくれることに気づくでしょう。寝るか寝ないかのギリギリの状態の時、脳はとてもリラックスしています。これを変性意識状態といって、判断や解釈をせずに見たもの、聞いたことを素直に受け取る、いわば催眠状態、トランス状態ですね。この時の言葉がけが脳の無意識の領域にインプットされ、その人の意識や行動に変化を与えます。寝る前の変性意識状態の時に、なるべくポジティブなこと、特にその日にあった感謝することを3つ思い浮かべるだけで幸福感が高まり、抑うつ感が減少するという研究結果もあります。日常的にポジティブなことに目が向くようになったり、使う言葉が変わっていき、人に親切にできるようになります。感謝することが思い浮かばなかったら、一日何事もなく平和だったとか、今日も家族が元気で過ごせたとか、夕食に食べたおかずが美味しかったなとか、ごく些細なことで良いので、3つだけ思い浮かべてみてください。騙されたと思って今夜から試してみてください。感謝の実践は、人は互いにバラバラではない。体も人生もあらゆるものの幸福への願いも共有しているという深い真実に自らを広げてゆく道なのです。ご視聴ありがとうございました。